じゃじゃーん。新しい衣装で登場です。いいからニュース読んで。いいじゃないですか。せっかくの機会なんだから、私の100千万のファンが喜びますよ。ファンって野口さんだけじゃないんですか？野口さんは代表なだけで、その後ろには100千万のファンがついていますよ。ダメ、さっさと読んで。しょぼん。さて、米中関係が悪化の一途をたどる中、米国が国家安全保障上の問題だとしてメモリや半導体の供給を停止する可能性が高まっています。米国は9月から施行する予定の対中国半導体輸出規制によって、中国への半導体輸出を制限する構えを見せています。米国商務省は5月15日に、米国の機器や技術を利用してファーウェイが設計した半導体を生産する中国メーカーは輸出承認が必要、としています。要するにこれは台湾の半導体受託生産企業、TSMC を指しています。これを受けて TSMC はファーウェイ側からの新規受注を停止し、すでに受注済みのものに関しては9月中旬までは通常通り出荷するが、それ以外は輸出に際し米国の許可が必要だとしています。韓国のサムスン電子や SK ハイニックスが世界で 70% 以上のシェアを誇る DRAM はこの規制の対象ではありません。しかし追加制裁による適用範囲の拡大の可能性もあることから、ファーウェイはサムスン電子と SK ハイニックスの関係者を呼んで、メモリ半導体の安定供給をお願いしたと報じられています。メモリ半導体でシェア 20% を占める米国のマイクロンはすでに供給を中止していて、ある意味韓国企業は反射利益を得ています。5G 関連の通信半導体の製造が不可能となることから、サムスン電子の通信チップを採用するという観測も出ています。編集所管。米国の中国叩きは激しさを増していますが、発端は今回の新型コロナウイルスでして、それがこうして再び経済戦争を再燃させているわけです。5月24日の会見で王毅外相は、この数ヶ月、新中国の歴史上最大規模の全世界緊急人道行動を行った、と自画自賛しています。率直にこの会見で感じたのは、中国は非常にうまくものを言いますね。よく練られた内容でした。こういう合理的な理論構築はすごく得意ですよね、中国は。世界各社のメディアから質問がありましたが、これはあらかじめ内容を通知してあったものだと思います。想像ですが、答えが用意されているような感じでした。この会見の中で、品質保証を前提として全世界で非常に不足している物資と設備、マスク、防護服を全速力で生産した、と話しているんですね。中国の言う品質保証を前提としたマスク568億枚の中には問題となったマスクは入っていないのか。検査キットや防護服などの医療物資に関しても世界中から不良品扱いを受けて返品され、中央政府の品質管理体制に疑問が投げかけられましたけど、そしてこの会見の中で米国は政治ウイルスに侵されていると米国の対応を非難し続けています。米中関係の質問も多かったので米国への批判も多くなりました。さらに台湾や香港への言及もありました。美辞麗句で中国政府の対応を自画自賛し続けるわけですが、そこには反省の2文字は全く見受けられませんね。こうした態度から、中国は世界のためというより、覇権を得るという私的な利益のために動いているのではないかと疑わせますね。国内では一層情報統制を強め、中国があたかも習近平国家主席の指導の下でウイルスに打ち勝ったという誇大な宣伝をし、そのために不都合な真実を次々と塗りつぶし、異論を唱える市民は突然姿をくらましています。加えてウイグルや香港、台湾に対する不当な仕打ちも続いています。こんなことを行っている政府が、世界に対して人道的な行動をした。世界の共通の利益、運命共同体である人類のために、あらゆる不都合を強引な手法で消去しようとしている国だからこそ、米国の無茶苦茶な陰謀論にも何かしら一理あるのではと感じさせてしまうのです。欧州諸国や米国だけでなく、カナダ、オーストラリア、ベトナム、マレーシアなども中国の動きを批判し警戒しています。中国が狡猾に本心や醜悪な部分を隠そうとする一方で、米国トランプ政権は直線的な言動と行動を起こしています。武漢ウイルスだとか研究所が作ったという話は現段階では信じることはできないので何とも言えません。米国の意図は見え見えで、全てを中国のせいにして出る杭をしっかり叩こうというものですね。その多くの主張は根拠が不十分で中国もやすやすと反論しています。それにしても中国を叩くという意図がはっきり見て取れ、隠すつもりもないようで、
なんだか清々しいです。米国トランプ政権を称賛するつもりはないですが、こういうわかりやすさは好きですね。もちろんこの半導体関連の制裁もめちゃくちゃですが、私の中の中国への不信感からなのか、これをやってしまえと考えてしまいます。今のところメモリ関連の半導体は制裁の対象ではないですが、米国はすでに供給を停止しています。仮にサムスンと SK がこれに同調すれば、ハーウェイは愚か、中国の多くの企業は潰れてしまうでしょう。すなわち、中国の前進は歩みを止めることにもなり、中国の国家が大きく傾くことになります。今のところ韓国企業は供給量を増やして利益を追求していますが、米国がそういう企業を制裁すると言ったらどうなるでしょう。TSMC の抜けた穴を埋めたいという野心がサムスン電子にはあります。それを踏まえて韓国政府がどのようなアクションを取るかですね。中国は王毅外相の演説の中で、日中韓は友好的な近隣諸国で、団結していくと話していました。日本も韓国も反中と親中の囲い込み争いの真っ只中にいて、依存度が高いため安易な選択はできません。米国は常に自国の利益を最大化させることを第一に捉え、突き進んできました。これまでは良心コスプレをしながらその我欲を隠そうとしてきたため曖昧なところも多くありましたが、今はむき出しの欲望がよく見えます。中国もわかりやすくそのようにしてほしいですね。アフリカへの支援だとか一帯一路だとか自身は世界最大の発展途上国だとか言わず、堂々と覇権への野望をむき出しにして、本来の姿を世界にはっきりと見せてほしいものです。それでも良ければ世界はついていくんじゃないでしょうか。気味の悪い成人コスプレは不要です。ちょっと気になったんですけど、半導体が止まったら中国は潰れちゃうんですか？服の話はいいの？じゃーん。新しくなりました。どうですか？かわいいでしょ？かわいいね。はい。で、もし半導体が止められたら中国の成長も急減速、あるいはマイナス成長に転じて一気に国が揺らぐでしょうね。だとするとミサイルを撃つよりもはるかに強力な武器になるってことですか？そういうことになりますね。でも、半導体の国内生産が加速して乗り切ったりしないですか？半導体製造というのは一国だけで賄えるものではないんですよ。国際特許を取得している技術もたくさんありますし、製造装置や素材も各国から輸入しなければなりません。その全てを例えば10年で全て国内だけで可能にするというのは到底不可能でしょうね。完全に新たな別のものを作るくらいでないと。じゃあ中国は潰れちゃったりします？世界的な影響力も失いかねませんね。そんなにすごいんですか？その鍵をアメリカと韓国の企業が握っているということですね。記事を見るとそう感じるかもしれないけど、日本や台湾、その他の国々も絡んでいます。なので韓国政府、またはサムスンや SK が首を縦に振らなければ中国が崩壊するわけではありません。他にも要因はたくさんあります。あ、そうなんですか。ミサイルのボタンを押すか押さないかをサムスンとかが決めるのかと思いました。ニュースの主要部分を韓国メディアの記事から参照したからそういう風に聞こえるだけです。なんだ、びっくりして損した。損はしてないでしょ。どのみち中国はこれから苦境にあえぐわけですよ。そうしたら日本も影響を受けますね。そうですね。米中どちらかのみを選択するというのは難しいでしょうからね。でも最近中国は領海侵犯とかしてイメージ悪いですよね。それを理由に日本がそっぽ向けばいいんじゃないですか？そのくらい単純ならいいですけどね。それも一つのカードとして使えるでしょうが、複雑で簡単ではないです。じゃあ韓国も大変ですね。そうだと思いますけど、ムン・ジェイン大統領なら大胆な決断をするかもしれませんね。国が二分しますね。いつもしてるけどさらに激しくなるでしょうね。ありがとうございます。満足した？大満足です。どういたしまして。いつものことだけど画力がなくてごめんね。下手なりの努力を認めます。そうして。あれ？怒らないんですね。それは事実だから。中国政府なら激怒するだろうけど。しますかね？それか白雪さんが突然行方不明になりますね。批判したから？怖っ。話をそっち側に持っていっちゃっていいですか？ダメ。どうして？大暴走してとんでもないことになるから。衣装がちゃんとしたから大丈夫ですよ。そんなことがあるわけがない。ピーってなって、
あの変な画面が出てくるという未来が見えます。そんなことないですよ。ただ中国はっていうだけです。ほら、今のまずかったですか？そうらしいですね。